どうも、田舎もんです。前回までは物置の中の柱の1本がね、根元が濡れてきていて、気持ち悪かったので、交換にね、チャレンジしていきました。スンタラズというね、オチもありましたが、なんとかね、形にすることができたかなと思います。そして今回ね、壁を作っていくにあたって、筋交い、まずね、入れた方がいいよっていうコメントもありましたし、自分自身ね、ちょっとチャレンジしてみたかったので、まずは知り合いの家から間柱2本ほどね、パクってきました。そしていつも通りね、タッカーの後を抜くというライフワークをこなしながら、軽くね、磨いてあげて、気持ち程度ですけどね、表面がさらっとする程度に磨きました。そして長いままだとやりにくいので、ある程度の長さを出してあげて、間柱をね、現場で合わせやすいように切っていきます。長さに関しては計算式でね、出すやり方とかあるのかなと思ったんですけども、ちょっとね、よくわからなかったんで、基本的には全部原寸合わせでやっていってます。ここもね、柱に本当はね、ぴっちり当てて線を出すべきなんでしょうけども、どうしてもね、感覚でやっちゃうところで、こういう風に隙間ができちゃうんですよね。若干気持ちは悪いんですけども、この辺は妥協しながら進めていってますね。で、左上に関してはぴっちりとね、こんな感じで当てることができるので、それなりの正確さで線をかけたかなと思います。そして線に合わせて切っていくんですけども、最近思うのがね、ノコギリがすごく自由だなっていうふうに思いますね。丸ノコだとね、もう切り出したらもう最後までスパンといっちゃいますけども、ノコギリならね、ちょっとずつ進み具合確認しながらね、スローな感じでやっていけるんで、結構自分の性に合ってるなっていうふうに思いますね。ひとまずね、こんな感じで筋交いの方をはめることができました。若干ね、この隙間やっぱり気になるんですけどね、この辺は目をつむって進めていきます。そして、鉄板ですね、こういうやつがホームセンターに売ってたんで、こちらをね、ビスで留めていきます。本来であればね、金物用のビスとか使うべきなんでしょうけども、この辺は手持ちのビスで進めていきました。そして下の方ね、何で固定するかっていうとですね、物置をまさぐってたらこういう L 字の金折りが大量に出てきたんで、あるものをね、使っていこうかなと思って、こちら2枚付けでやっていきます。これではちょっと弱いやろなとは思うんですけども、ホームセンター行って帰ってきたらまたね、時間かかっちゃうんで、もうとりあえずこれで行っちゃいました。果たしてこれがね、意味があるのかないのか、ないよりかはあった方がいいのかなぐらいの話ですけどね。そして反対側もね、同様にやっていこうと思ったんですけども、こちらがまたくせ者でしてね、画面右上の方にね、もともとこちら引き戸がついてたんですけど、そのレールが邪魔でね、当てれないんですよね。で、いろいろ試行錯誤してね、この角度とかどういう風に切ればいいのか考えるんですけども、結局わからずですね。ちょっとわからんな。もうちょっと切るか。で、もうちょっと切ってきました。そこでですね、皆さんお待ちかねの、はい、寸足らず確定ですね、これでね。やっちまいました。ということでね、また2本ほど間柱パクってきまして、やり直します。で、同じように切って当てます。で、もうちょっとだけね、切れば、それなりにできるかなと思って切っていきます。で、もうちょっとのつもりやったんですけども、またやっちまいました。はい、寸足らず確定です。思わず頭抱えますね。マジでどうすりゃいいんやって思ってます、この時は。で、ここはですね、現代の英知を使うべきだなと思ってね、アプリで分度器っていうのを調べてみたんですね。そしたらこういうのが出てきて、結構優れものなんですよ。カメラを通して見ているものに分度器を重ね合わせられるんですね。で、こんな感じで、分かりやすいように向きを変えると、こういう感じで見てるんですね。そしてピンクの水糸が筋交いが通るべき中心線になるんですね。ちょっと分かりやすいように、編集でこの赤い印つけましたが、ここの角度を測ると、だいたい55度になってるわけですね。なので、この間柱の方のこちらもね、中心線出してあるので、中心線と55度のところに印をつけて線を書いておきます。そして一応ね、念のため反対側の方、90から55を引いたら35になるんですが、一応確認のために見てみると、33から34ぐらいにこの画面で見えてます。で、カメラはね、本当はもうちょっと右に寄りたいんですが、このレールが邪魔なんで、35でそんなに大きな間違いないだろうということで、35度の線、この画面をなぞると赤い線動きますので、これで35っていうのを出してあげて、印をつけて墨出しをしていきます。
ちょっとこの感度がね、繊細なんで、ぴったりした数字出すのに時間かかりますが、こんな感じで出してあげて、こういう風にね、墨出しをしてあげました。こんなことを夜な夜なやりまして、また明るくなったら、カットの方をしていきまして、合わせていきます。ぴったりとは言えないですけども、それなりの角度で合わさったかなとは思います。そして下の方をね、なんでさっきの分度器でこっちもライン出さんかったかなと思いながらですけど、裏側から印をつけて切るべきラインを出していきました。で、カットしてこんな感じでね、はめていきます。なんとかはまりましたね。いや、でもこの時ほどね、大工さんってすげえなって思ったことはないですよね。ここにね、舗装の加工とかしていくわけですからね。いや、ほんと真似できないですわ。こんな感じで100点とは言えないですけども、40点ぐらいの出来栄えではまっていきました。で、この隙間はね、もう本当にね、納得はいかないですけどね、もうこれ以上ここに時間かけたくないなっていう気持ちになってきまして、こんな感じでもう固定していっちゃいましたね。この筋交いね、右も左も意味があるだかないだかで、本当にね、ないよりかはマシかなぐらいのね、そんなレベルになっちゃいましたけども、本当に自分のスキルが今こんなもんないなってことをね、すごく痛感しましたね。このスキルに関してはね、一朝一夕でどうにかできるもんではないんで、次へ進んでいきます。次はですね、壁を張るために、こんな感じで木を縦にね、バーッと通していきます。壁自体はね、横に張る予定なので、縦だけ通しておけばいいかなという考えで進めていってますね。で、もちろん余った木はね、また燃料として使いますので、失敗したら失敗したでね、無駄にはならんっていうのは一つ心の救いかなと思ったりもしますけどね。そして次はね、断熱材の方を入れていくんですけども、今回はカネライトフォーム、こういう発泡スチロールタイプのやつですね、こちらを選びました。いろいろ調べたところによると、ロックウールとかグラスウール、よくあるね、綿っぽいやつは湿気対策をしっかりしないと水を吸ってしまって、効果がね、長持ちしないそうなので、ここなんか本当にね、湿気多いんで、これが一番無難なんちゃうかなと結局ね、思って進めていってます。一つ懸念点は、この前に薪ストーブを置くので、熱の方は大丈夫かなと思ったんですけども、発火温度を見るとですね、カネライトフォームが燃える温度であれば、もう木も燃えているっていう計算になるので、その辺は大丈夫かなと思って、今回こういう風に進めていきました。ちなみに70度を超えると、このカネライトフォームで変形が始まるそうなので、そこはちょっとね、シビアに考えなくちゃいけないなと思いました。で、続いてね、壁を張っていくんですけども、ここにもともと張ってあった板ですね、なるべく丁寧に外したので、こちらね、また再利用していきます。ただちょっとね、表面の方がざらつきが結構残ってるので、自分がね、気持ちよくなれる程度に磨いていこうかなと思ってね、こちらはまたもらい物のサンダーで磨いていきます。で、こちらですね、1枚磨いたところで、10分、15分くらいかかるわけですよね。で、総勢20枚ぐらいあるんで、これだけやってたら本当に文字通りね、日が暮れてくるんで、どうしようかなと思ってですね。俺もさ、はい。最近あれか。近所に住んでるね、木工屋のおっちゃんとこに助けを求めに行きました。彼はね、本当にプロフェッショナルで、釘とか一切使ってね、タンスとか椅子とかそういうものを作る、本当にね、職人さんなんですよね。機材もいろいろ持ってはるんで、力を借りました。僕はめちゃめちゃ元気っすよ。のんきに生きてますよ、本当に。そうか。今も風呂入ってから来たよ。何を昼間から風呂入って。何こう山にこうな、こうなったやろ、山に。で、こっちは山になっとる方が表に来ないかんねんな。表ってことは部屋の中っていうか。そう内壁に貼るもんで。そうなんでそうするんでしたっけ？沿ってくるんやったっけ？いや、表の方が綺麗よ。なんでもせえけどさ。なるほど。人間でもせえけどさ。そうやな。ケツ見せるのが。なるほど。塩振ってもええかも。めっちゃ綺麗。
まあこんな感じでね、機械でやったら本当にね、40分ぐらいでね、終わりましたね。ただもう全身木くずだらけになってね、やっぱりお風呂は夜入るべきやなとね、まあそんなどうでもいいこと思いましたけどね。それは何なん？これ今ね、動画撮ってんすよ。動画撮ってんの？ YouTube に流してんの？流してるっす。まあ買おうとしないんで、買おうとしてもいいですか？いいよ。俺の代わりに。こっちはモザイク入れとかないかんね、これ。俺の感情。まあこんな感じでね、愉快なおっちゃんたちの力を借りて、まあなんとか木がね、すべすべになって気持ちいいですよ、本当に。で、あとはひたすらですね、幅に合わせて木をね、カットしていって貼り付けるっていう作業ですね。で、これ何してるかっていうとですね、柱を止めるときにね、ボルトで止めたんで、まあ、その出っ張り部分をね、ちょっと書いていこうかなと。まあ、練習がてらですね、本当にね、やってみたんですけども、もうやらん方が良かったっていうレベルですよね。まあ、ここはね、もうボンドとタコ糸で一晩入院してもらいました。まあ、どんどん失敗していくうちにね、こういうごまかし方もちょっとずつ覚えてきましたけどね。まあ、今度は逆にね、タコ糸の跡が残っちゃったんですけどね。まあ、これでなんとか使い物になるかなという感じですね。まあ、それにしても、のみで削るってマジで難しいですね。綺麗にできたらこれ本当に楽しいやろなっていうのはちょっと感じましたけどね。そして今回ね、この壁を止めるのは、この鍋頭のビスにしました。壁を剥がしたくなるときはね、まあ僕のことなんでね、絶対来ると思うんで、まあいつでも簡単に剥がせるように、ビスで固定する方法を選びました。まあ、丸のこでね、まっすぐ切れてないんかして、どうしてもはまらないやつがね、何枚か出てきて、そういうのはね、サンダーで削って、なんとか無理やりね、叩き込んでいくっていう感じですね。右側、こんな感じではまりました。この隙間は気にならへんのかいって感じなんですけどね。ここはまた何か遊びが思いつきそうなんで、まあこれはこれで置いとこうかなと思います。そして続いてね、左側も同様にはめていきます。そしてこのね、板を張ってない部分に薪ストーブの煙突を通していく予定なので、ここはね、このまま開けて進めていきます。もともとの計算ではね、板は十分足りるはずだったのになぜか板が足りないんですよね。何をどう間違ってこうなったのかな。ということでね、右側を張った時の余りがね、残ってるので、まあそれはね、まあいつもの継ぎはぎになっちゃうんですけどね、まあ継ぎはぎで壁の方ね、なんとか埋めていこうと思います。やっと入った言うてますけどね、この1枚はめるのにマジで40分くらいかかりましたからね。そら仕事も進まへんわって感じですけどね。まあそんな感じでなんとかね、壁の方、こんな感じで出来上がりました。まあ出来上がりました言うたら本当にね、怒られそうなレベルの出来栄えなんですけどね。まあなんとか、まあ壁といえば壁ですよね。そしてこのね、開けてある部分に薪ストーブの煙突を通していくっていう作業を次から進めていこうかなと、まあ現在予定しております。で、こっからまたね、余談なんですけども、以前作った超適当な巻き棚。まあ、器を作ると物が集まるってことは実際にあるのかもわかんないですね。知り合いがウッドデッキを壊したんで、焚き木としていらないかっていう話でね、まあ、細かくね、小切ってくれてるやつが大量にもらえたんで、本当にね、ありがたいですよ。もともとはね、壁を壊したりした時のもうペラッペラのね、廃材を入れてたんですけども、あっという間に木でいっぱいになりましたよ。まあこんなんしたら本当にね、また次新しい巻き棚作りたいなっていう気になってきましてね、もう気持ちがあっち行ったりこっち行ったりしてるんですけどね。まあ何はともあれとりあえず薪ストーブですよね。そしておまけにね、こんな鉄の脚立までいただきました。ありがたいですよね。最近みんなゴミを捨てる前に僕に聞くっていうね、まあそういう風潮があるみたいですね。まあ、そしてこのブロックもね、1個1000円ぐらいしますからね、ありがたくいただきましたよ。そんなゴミなのかお宝なのかわかんないですけどね、囲まれながら薪をね、ぼちぼちと割っていってます。この薪もね、以前山でね、いただいてきたものなので、
本当にね、自然の恵みと知り合いのおこぼれで人生生きてるような感じですよ、本当に。ということでですね、今回も失敗だらけの壁作りをお伝えしてまいりました。ぶっちゃけね、DIY の動画としては3流、4流、間違いなしって感じなんですけどね。僕がね、皆さんの代わりに、一足先に失敗しておきますんで、これからね、同じような作業をされるって方はね、ちょっとでもね、失敗を減らせるといいかなと。そういった動画の使い道、これはこれで需要あるのかなと、最近思ったりするわけですけども、あとね、薪ストーブつけていきたいところなんですけども、ここから結構ね、撮影、編集の仕事が入ってまして、なかなか作業できる時間がなくて、動画のアップの方も遅れちゃうと思います。またね、皆さんと近々お会いできるのを楽しみにしてるんですけども、それまでね、風邪等をひかぬように、お過ごしください。最後までご覧くださりまして、本当にね、感謝です。ありがとうございました。